客席に座った瞬間、私は彼女に言った。交通局を出て、スローンが運転するテスラに滑り込んだばかりだった。アッシャー、もう疲れたの。ゲームはやめてくれる？スローンの横顔ステアリングホイールを握るその手を見て、私は薄くて脆い笑いを漏らした。ゲームなんかしてないよ。スローン窓の外を流れるネオンの光を目で追いながら、私は頭を向けた。ここで降りる。1。テスラは中央大橋の真ん中で急停車した。車内の空気は瞬時に濃密になり、12月の湖面のように凍りついた。理由を。スローンの指が一度、鋭くステアリングホイールを叩いた。彼女の声は窓ガラスを曇らせるほど冷たかった。正当な理由を一つよ。一体全体、今度のこのドラマチックな退場は何なの？私はバックミラーで3つの交差点にわたって私たちについてきていたシルバーのレクサスを一別し、自分の窓を開けるボタンを押した。夜風が整列で鋭い勢いで車内に流れ込んだ。あと30秒くらいだと思う。あの車の人があなたのところへ駆け寄ってくるまでね。彼女だけに聞こえるほど低い声でカウントダウンを始めた。30、29、28、25まで数えたとき、レクサスは路肩に停車した。運転席のドアが勢いよく開き、ベージュのトレンチコートを着た青年が飛び出し、私たちの方へ走ってきて、スローンの窓を必死に叩いた。スローンは眉を潜め、ボタンを押して窓を下ろした。スローン、ごめん、本当にごめんなさい。ケランはすでに目を赤くしており、作り物のおえつで声が震えていた。本当にぶつけるつもりじゃなかったんだ。ただ、君の車がすごく速く走ってるのを見て、事故しないかすごく心配で、つい追っちゃって。彼女越しに私を直視した。完璧な一雫の涙が彼の方を伝った。アッシャー、怒らないで。君たちを邪魔するつもりじゃなかったんだ。ただただすごく心配で。彼が私の袖に手を伸ばしたので、私は身を引いて腕を引っ込めた。僕を殴ってくれ。ケランは顔を近づけながら哀願した。もし気が済むなら殴ってくれていいから。スローンは彼の肩にしっかりと手を置き、その場に止まらせた。ケラン、やめなさい。何をやってるの？それから彼女は私の方へ振り返り、失望に重たそうな目を向けた。あなたのその騎士道精神はどうしたの？警察署の駐車場に置いてきたの？私は声を上げて笑った。ほら、見ろ。私は何一つしていないのに、ただここに座っているだけで、理不尽で品のない男に即座にされてしまう。ケランの手を押しのけ、スローンを直視した。もうわかった？スローンかつて心臓があったはずの胸のあたりは完全に麻痺していた。シートベルトを外した。それが理由だ。私たち終わりだ。ドアを押し開けた。ケランの表情一瞬の驚きから紛れもない得意げな勝利の色へと移ろうその目の上を通り越してスローンに微笑んだ。おめでとう。長年、君が私とスローンの間にくさびを打ち込むために使ってきた小細工の数々がついに実を結ぶんだ。スローンは君のものだ。背を向けて歩き出した。スローンが車から飛び出し、私の手首を掴んで引き戻した。アッシャー。今日のこの接触事故で私が行けなかったサイン会がどれだけ重要なものか分かってる？あなたから電話があってぶつけられたって言うから、私はペンを置いて警察署まで駆けつけたんだよ。その結果は？相手はケランだった。彼は私の会社のインターンなんだ。彼は謝った。保険も手配した。私に一体何を求めているの？何ヶ月も我慢してきたわ、アッシャー。ケランはいつもそこにいて、いつもあなたのことを褒めて、私にもっと理解を示すように、
あなたと喧嘩しないようにっていう。そんなに下品な真似はやめてくれない？彼女が握る手首は粉砕するほどの力だった。その下で古傷がうずき、鋭く馴染みのある痛みが走った。彼女の指が貪るように食い込む白く変色したその皮膚を見下ろした。離せ。腕を引き抜き、うずく箇所をすりながら私は吠えた。スローン。私は8年間も我慢してきたんだ。スローンと私は8年間付き合ってきた。大学時代から彼女が会社を立ち上げるまで、共同の地下室アパートから高層マンションのエイブリーコーストの景色まで。喧嘩もした、言い争いもした、何週間も口を聞かないこともあった。でも、こんなこと第三者を前にして彼女を恥ずかしめるようなことは一度もしたことがなかった。だが、もう我慢するのはやめだ。熱が40度あって、彼は動物保護施設で野良猫の家探しを手伝ってた。重要なプレゼンでクライアントにボロクソに言われてるとき、彼は屋上で君と流星群を見てた。俺が本当に君を必要としたその瞬間、君は必ず彼と一緒にいたんだ。彼女の目を捉えた。俺が留守の間にこっそり書類を取りに来られるように、君は彼に俺のアパートのセキュリティコードを教えた。君は俺の自慢の代替の効かない初版コレクションセットを彼の誕生日にあげて、アッシャーはもうあんなのもてあそらないからって言った。今日、俺の車が追突されたとき、君が最初に口にした言葉は、ケランは大丈夫？だった。スローン。もう終わりだ。この一晩必死に保っていた平静が決壊したダムのように砕け散った。スローンの顔が青ざめた。彼女は自動的に弁明を始めた。書類をケランに取らせたのは会議に遅れそうだったから。彼の車のことを聞いたのはそっちの方が傷がひどかったから。なんであなたはいつもそんな些細なことをいちいち分析するの？アッシャー。彼女は私を見た。目に詰まっていたのは疲労と失望だけだった。いつからあなたはそんなに小心者になったの？ほんのわずかな証拠のかけらを探し回るなんて。あなた、自分が絶対になりたくないって誓ってたような心の狭い男そのものになってるわ。もう痛みは通り過ぎたと思っていた。交通局で事情聴取を受けてから彼女の車に座るまで、私は完璧に冷静だった。その運転の間、出会いから恋に落ちるまで、無一文から何もかも手に入れるまでの8年間を、むしろ冷静に見つめ直していた。そして結論に至った終わりにしなければならない。きれいに終わらせたかった。それでも、彼女の言葉はまだ私の心臓をねじ曲げた。胸の最も柔らかい部分への鈍器の一撃だった。ああ。君の目には、俺が小心者に見えるんだな。私は力なく笑った。まあ、もう君の承認は必要ないさ。去ろうと背を向けたが、ケランが慌てて立ち上がり、私の腕を掴んだ。彼は今、泣いていた。私は一雫も泣いていないのに、彼の顔には涙が流れていた。アッシャー、ごめん、全部僕が悪いんだ。明日辞めるよ。会社も辞める。消えるからスローンは本当にあなたを愛してる。お願い、別れないで。お願い。この演技が一番嫌いだった。涙に濡れた彼の顔を見て、私は彼の握りから腕を引き剥がした。どけ。ケランはよろめいて数歩後退し、驚いた様子で私を見つめた。アッシャー。スローンが前に駆け寄り、ケランを支えた。彼の肘の擦り傷を見て、彼女は私に振り向き、怒りで震える声で言った。頭おかしいんじゃないの。ケランに謝りなさい。夢でも見てろよ。スローンを見て、それからケランの表情涙の下にちらりと見える勝利の色を捉え、最後の通告を吐き捨てた。きれいに別れるか、俺が今すぐ出て行って、
その後の始末は君がするか。選べ。振り返らなかった。ケランの詰まりそうなおえつも、スローンが彼をなだめる声も気にかけなかった。タクシーを拾い、親友のリスの家へ直行した。2、リスがドアを開け、私を見て、何一つ質問はしなかった。ただ道を開けた。彼は無言で冷蔵庫からキンキンに冷えた IPA の6缶パックを2つ取り出し、コーヒーテーブルの上に置いた。たった一つだけ尋ねた。良い滑り出し？ビールを見て、私は突然目が熱くなった。今まで何とか持ちこたえていたのに。リスはそれ以上何も言わず、ただ腕を広げた。泣けよ、お前。思いっきり泣け。俺の前で芝居を打つ必要はないんだ。私は完全に崩れた。彼の肩に倒れ込み、喉が焼けるほど泣きわめき、震えが止まらなくなり、ついにはよろめいて彼のバスルームに駆け込み、胃の中が空になるまで吐いた。声がかすれて、ようやく囁いた。彼女から離れる。愛の終わりとは何か？それは、世界を共に切り開くと誓った相手が、あなたの背中にナイフを突き立てる敵になる時だ。それは、かつて花を咲かせられると信じていた墓が、ただの土の山だとついに認める時だ。花は枯れ、愛は死ぬ。私はリスの家に2週間滞在した。その間、私はケランの非公開アカウントの更新を37回スクロールした。どの投稿にも必ずスローンの影が映り込んでいた。真夜中の締め切りも正しい人と一緒なら寂しくないね。写真はケランの自撮りだった。ぼやけた背景にパソコンに向かうスローンの集中した横顔があった。あなたがいつも僕の光でいてくれるって約束してくれたよね。写真は2つの手が絡み合っていたケランの手首には、私が去年のクリスマスにスローンに買ったカルティエの時計。もう一方の手、彼の腕に軽く触れているのは彼女の手だった。一番大切な人を一番大切な場所へ。空港ラウンジ内で満面の笑みを浮かべるケランの写真。その隣、居眠りしている最中のスローンが捉えられていた。投稿の連続。リスはソファから飛び起き、私のスマホを指さして叫んだ。マジで言うけどな。あのクソガキ。スローンは目が見えないのか？彼が何をやってるかわからないのか？完全に明白だろ。リスは激怒していた。逆に私は妙に落ち着いていた。禁断症状を経験していて、渇望はほぼ消えていた。リスの怒りにただ肩をすくめただけだ。スローンは自分が何をしているかわかってる。わかってるの？リスは私の傍らに沈み込んだ。じゃあなんでいつまで純粋無垢な被害者面してるんだ？彼女にとって寝てさえなければ、彼女は無実だから私は苦笑を浮かべた。いつも言ってたよ、ケランとの関係は純粋で清いって。そして汚いのは俺の心の中だけだって。スローンはいつもその一線だけは守っていた。だから私が反論するたびに、彼女はいつも同じ武器で私を黙らせた。あなたの心が毒されているから、そう見えるだけよ。3. 今、これらの投稿を見ても何も感じなかった。引っ越し会社は10時に来る予定だと私はリスに念を押した。別れるなら、物理的にあのアパートを出なければならない。私の持ち物は多くはなかったが、いくつかの品は残せない主に、父のオリジナルの設計図とスケッチの入った箱だ。ようやく目が覚めたってことで、ほっとしたよ。リスは私の肩をポンと叩いた。アパートの建物に着いたとき、スマホを確認したケランが30分前に投稿していた。隣県のリゾートホテルにタグ付けされ、スローンの写真を十数枚並べたコラージュだった。自分一人で部屋を使えると思っていた。だが、ドアを開けた瞬間、香ばしいガーリックバターソースの匂いが鼻をついた。
リビングに入ると、私のチャコールグレーのカシミヤラウンジパンツを履いたケランが、ダイニングテーブルであぐらをかき、エビの盛り合わせをほじっているのが目に入った。私を見て、彼は驚いたウサギのように飛び上がった。アッシャー。彼を無視し、私の目はそのパンツからその出所へ熱々のスープの鍋を持ってキッチンから出てきたばかりのスローンへと向かった。彼女の表情が瞬間的に凍りついた。戻ってきたの？スローンは固い口調で尋ねた。ご飯は食べた？答えなかった。書斎へまっすぐ歩いて行った。そしてドアの前で突然立ち止まった。棚にきちんと並んでいたはずのデザイン本が引き出され、乱雑に積み上げられている。仕事机は散らかった図面の山だったが、私の地の毛を一瞬で失わせたのは部屋の片隅にあるものだった。父の古い床金庫の扉が大きく開け放たれていた。4. アッシャー・ケランがこっそりとドア口まで忍び寄り、蚊の鳴くような細い声で言った。本当にごめんなさいスローンと私、ホテルから戻ってきて、スーツケースをそこに置いてきちゃったのに気づいて、スローンの勧めで、あなたの服を着たんです。誤って金庫をぶつけちゃって。頭の中でブーンという音が鳴り始めた。振り向くと、ケランが一束の色あせた、黄ばんだ指示のオリジナル設計図とスケッチを抱えているのが見えた。その束の端が、巨大な、濃いコーヒーのシミで汚れていた。本当にわざとじゃないんです。ケランが飛び出し、私の腕をつかみ、即座に膝をついた。お願い、僕を殴って。お願いします。殴ってください。これがあなたのお父さんの設計図だって知らなかった。本当に知らなかったんです。彼は私の手をつかみ、無理やり自分の顔を打たせようとした。殴って。思いっきり殴って。僕が悪いんだ。それから土下座をしようとしたが、額が床につく前に腕が彼の胸の下に滑り込み、それを止めた。スローンが彼を引き起こし、私を見た。彼女の声はまるで天気の話をするかのように平板だった。彼はもういないのよ、アッシャー。ただの絵なんだ。彼本人じゃない。ケランは謝ってる。これ以上大げさにしないでくれない？その口調はあまりにも理知的で、私の悲しみを完全に一周するものだった。まるで過剰反応しているのが私で、小心者なのが私であるかのように。彼女は二人の間に立ち、守る者のように、私からケランへの道を遮っていた。彼はもうすごく後悔してるんだから。もう放っておいてよ。